皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。今回はインタビュー動画です。友達のりんりんに来てもらいました。りんりんは中国出身です。日本に移住して25年目です。そのりんりんに日本に住んでよかったなぁと思うことや、自分が中国人だなぁと思う瞬間について聞いてみました。面白いです。ぜひ最後まで聞いてください。親のずラーニングハブ。皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。こんにちは。りんりん、今日はよろしくお願いします。お願いします。実はもう一本、りんりんと一うん、緒に動画を撮っていて、その動うん、画の中では、日本のここが嫌だというところを2人で話しています。そちらもぜひ見てください。うん。今日は、りんりんが実は日本に来て25年目になるのうん、で、りんりんに日本についての暮らし、なぜ日本に来たのかとか、あとは日本で大変だなと思うこととか、あとは中国人としてのアイデンティティの葛藤など、いろいろ質問していきたいと思います。ぜひ最後まで見てください。私たちは大学の時からの友達なので、今日もインタビューですけど、友達同士で喋っているような感じで、カジュアルに話していきたいと思います。はい。じゃあ、早速ですけど、質問をしていきたいと思います。日本に来た理由と、はい。それから今でも住んでいる理由うん。を教えてもらっていい？あ、はい。まず私は、両親が私費留学生として日本に来てて、もともと。で、両親が先に日本に来て、私が祖母と叔父の家で、預かってもらって、そこで暮らしてて、で、両親の日本の生活の基盤が固まってきたのを経て、両親が私を日本に迎えてきたっていうのがきっかけです。そうだった。何歳の時？来たのは10歳、11歳になる年に。うん。10歳になってからっていうと、かなり心も成長してかうん、らの日本ということで、すごく大変なことがたくさんあったうん、んじゃないかなって想像すうん、るんだけうん。ど、何か大変だったなっていう記憶ってある？ない。ないんだ。すあ、もちろん、ごい。日本語がうん。わかんうん。ないから最初。日う本語にん。なれるのは大変なことだったと思うんだけど、うん。結構みんな優しかったし、うん。なんか日本語わかんなかったら、すごい私がわかるように友達も身振り手振りで話してくれたりとか、先生もすごい気を使ってくれてたし、あと小学校が私のために、確かね、3ヶ月ぐらい、小学校1年生の教材を使って、日本語を教えてくれる、もう引退された元小学校の先生までつけてくださって、すごい。そうそう、すごい、個人1対1で勉強教えてもらったりしていたから、うん。なんか言葉わかんなかったけど、日本の人ってみんな優しいなって毎日思って、楽しくのびのび素暮らして、敵なお話。しかも中国だとすっごい宿題が大変で、そうなの？小学校、もう勉強漬けだから、小学生へなんて。もう え。A4 サイズの紙に、多分フォント10ぐらいのフォントでびっしりの問題が出てるような感じの宿題を毎日裏表びっしりやる感じだったのが、もう日本に来て、これぐらい大きいプリント、うんうん。表にはあ A4 るけサイズの。ど、うん。そう、文字の大きさがもうこれぐらい？ 1 個の文字がこれぐらいで、一面10問あるかないかぐらいうの宿題ん。が表裏あるだけだから、もう5分10分で宿題終わんじゃんと思って。すごい毎日楽しく遊んでれば OK みたいな国に来たから、すごい楽しかった。まあ、お母さんとお父さんの留学がきっかけで日本に来て、で、それから今も住んでるじゃん。で、お母さんお父うん。さんはいないでしょ？今、中国に帰ってそうそうそう。いるよね。両親はそうん。の後日本に就職したけど、今仕うん。事の都合でまた中国に戻ってて、うん。そでもれでも、戻った、ニンニンうん。が日本に住み続けている理由って何かなまず、って思って。
なんかもう日本に住んでるのが当たり前だうん。から、うん。日本で仕事も探しうんて、日本にうん就職して、うん。うんうん。普通に社会保険料と税金を納めさせていただいて、普通の生活もをしてるもうね。だけっうんうんうて感じ。ん。そうか、これからもじゃあ日本にもうずっと住んでいく予うん、定？住むかなと思う。なんうか、よっん。ぽどなんか、夫となんか、全然違う刺激を求めなければ。うん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 。じゃあ、日本に住んで25年間の中で、日本に住んでてよかったなって思う瞬間っうん、うん、てどんうん。なことがあったかな？あ、これはね、うん。前回の時もちょっと話した気がするんだけど、日本うん。にいると、すべて、ほとんどのものがさ、こう、整理整頓と、うん。なんか、あってうん。あんまりわかる。心配することがないというか、あるべきよう確かにに社な。会が整ってるから、うん。安心できるところが、うん。日本で暮らすとほっとするなーってとこかな。えじゃあ、倫理的に社会的なシステムがすうん、ごく整理整頓されていて住みやすいっていうのと、あとうん、うん。人もやっぱりそういうふうに感じる。なんか人こう、も、あ、秩でもね、序正しく生きてるというか。うん。あ、秩序正しいよね、みんな。私うん。から見るとみんなすごい優秀だなと思う。なんか、もう、そうだね、時間は守るし、仕事で苦労しろっていう人はそんなに見かけないし。うん。まあ、で、その一方ですごい個性的な人も生きるコミュニティがあって、いろんなコミュニティうん。があるのも、なんかうん。すごい日本の文化って奥深さがあるなと思う。うんうんうん。最近は特に多様性の社会っうん、ていう風なところを日本も重要視していて、前よりも本当うん、に今、リンリンが言ったように、いろんなコミュニティができてるよね。例えば、海外の人のコミュニティもたくさんあるし、うん、若い人たちの、なんか例えば好きなファッションで集まうん、るとか、うん、うん。本当にたくさんあって、割とみんな受け入れてるよね。寛容さがあるなとは思う。ちなみに、中国人として良かったなと思うことってある？日本に来て中国人で良かったなって思うこおー、と。よかったなと思うことか。うん。いろんな視点を持ってって、世の中のことを結構ちっちゃい時から見れてるのはいいかなってうんうん。思う。なんか一つの出来事を、こう、中国寄りの視点と日本とか寄りの視点で両方から結構見て考えれる視点があるのが良いかなって。うん。じゃあ、まあ、日本に住んで結構長くなるうん。ので、なんだろうな、もう日本人化してると思うんだよね。中身とか考え方が。そんなことない？全然ない。あ、そう？うん。その中国人としてのそのアイデンティティの葛藤？葛藤はね、あんま感じたことがなくて。あ、そうん。日本人とう。して自分を認識したことはほぼ一度もないから、うん。うん。あんまり葛藤は感じたことないんだけど、うん。ただ中国人としてのアイデンティティがうん。どうなんみたいなとこはあって、さっきも言うん。ったかもしれないけど、私中国人の中でも結構個性的な方だと思うから。で、中国の社会で揉まれてないから、うん。なんか価値観は結構、うん。大陸育ちの、中国育ちの、ずっと中国で暮らしてることは結構価値観違うとは思う。自分に対して中国人だなっていう感覚はずっとなくしてないけど、うん。あんまり何人っていうので自分はあんまり捉えてないかもしれない。なるほど。うん。多分。うん。でもね、そう、日本語が一番上手ではある、今は。うん。ああ、そうなんだ。もう今はそう日本語の方が中国語よりも楽？楽、だけど、ふとした時の出てくる言葉は中国語だったりする。あ、そうなの？そう、なんか、おむつ替えするときにさ、もうそろそろ終わりと思ってさ、こう、うん。蓋をしようとした瞬間に、うんちがピッてこう飛んだときに、日本語でやべえって出るんじゃなくて、出てる、はいやーっあ、てね。あいや、あいや。そうそう。
あ、いや。中国語で、あいや、いろんな意味あるけど、あいやって、ゲーみたいな、キャーみたいな、みたいなのが中国語で、あいやだから、出てくるの、あいやっつって、韓国の方はするかもしれない。なんか、もう全く、みたいな感じのシチュエーションで、みたいな。あ、舌打ち。そう、舌打ち、あみたいあ、なのやってはいはい。る。してるしてる。ドラそう。マ、韓国ドラマよく見るけど、やってるね。そう、なんかね、うん。そう、韓国ドラマ私もめっちゃ見るから、韓うん。国の人のなんかいろんなリアクションとかが、なんああ、か中国と似て近しるんだ。いなって感じる。そう、私えも子供とえ。か接してて、またかよみたいな感じやってる。いや、日本で舌打ちしたらね、ダメだやもんね。ばいよね。やばいうん、よね。でも大丈夫。外ではやってない。あ、なんか、そっかそっか。だから素になるときにやってるんだろうね。あと私、四川出身なんだけど、辛四川いものがといえば、相変わらずものすごい好きなのね。辛いものね。ね、そう、こうストレスを感じた時とか、気持ちようん。くご飯食べたいとか、気分をぶち上げたい時とかは、辛いの食べたいんだけど、本当日本のスーパー行ってうも、コンビニ行っん。ても、皆無なの、辛いものが。東京でその中国の食材とかをうん。欲しいなっていう時、中国のマーケットみたいなのある超の？あるよ。首都あ、いっぱいあ圏は結るんだ。構ある。うん、え中華物ー、産店がいっぱいあっうんうて、んうん。よく行く？私もよく自転車で買いに行って本る。当？うん、もう、買いにうんうん。行ってるとか、購買活動だよ、毎回行ったら。1万円ぐらい買っちゃう。めっあ、ちゃ本当に重いの。日常生活の中で言葉とかリアクションで、あ、そうそうそう。自分中国人だなそうそうと思うこそうそう。とがあるんだね。あとそうそう。食べ物だね。そう。あうん。とそう、中国人の友達と日本人の先輩の結婚式行ったことがあって、中国人のテーブルだけすっごいカラフルだったの、服がみんな。中国人と韓国人と日本人を見分けるのって私たちはできるじゃん。うん、できる、できる。アジアの人だったら。うん。で、中国の人のイメージは、すごく明るい原色の服を着てるイメージ。赤そうなの。とか、あとゴールドそうなの。のネックレスとか。ごめん。ゴールドと赤のピアスなんだけど、しかも竜だよ、竜。ドラゴン。こ今年ね、辰年ですからね。れ、この間中華街で買ってきた。もう強いでもう買しょ？わずにはいられないんだね。中国人ゴールド好きよ。うん、ゴールドと赤と、まあ原色だね。黄色とかそう。だから、緑とか。まあ、周りのテーブルはね、なんか、ネイビーとか、黒とかばっかりだったの。あと日本うちらの、人はね、ベージュ系が好きだよね。あとそうそう、うちらのテーブル、赤、緑、黄色みたいな。信号、青もいた、青もいた。信号ってすごい感じだ。華やかなの。そう、なんか、だから、お祝いの席だから華やかにしなきゃいけないと思ってるの、みんな。中国の結婚式で赤いうん服着ていいの？あ、着ていいと思うよ。え、赤い服日本着ていい。は多分知ってると思うけど、花嫁よりも目立ったじゃん。花よりも目立ったらダメじゃん。そういう暗それね、黙のルールがあ私、って、知らなくて、知らなかった。すっ赤着ていった。ごい友達の結婚式に真っ赤なドレスで行ったこともある。なんか言われた？何も言われんかったけど、見らなんかここれるよね。3年で、あれはちょっと違ったかもしれないって思うように。目立ったらダメなんだって。そう白いドレスなんだ。よりも。うん。なだっちゃったんだね。う白は着ん。てたこそれ。とない、さすがに。でも、中そう。国白着ててもいいの。あ、そう、なんでもいいってこと？そう、結構。なんか、うん。さすがに日頃のスウェットとかでいかないけど、そんなに日本みたいにカツカツのドレスアップの習慣もないから、へなんかちょっえ。としたワンピース、ちょっとうん。きれいめなワンピース、仕事にも着ていくような感じだったら全然うん。いいし、うん。って感じ。うん。うん、多うん。分今でも結婚式呼ばれたら、いや、黒はやめとこうって思っちゃう。黒はやめとこう。でも黒このいっぱいいる色はやでしょめと日本に。こうって。日本は黒だらけだよね。うん。この間だよね。さ、電車乗った時に、みんな黒ばっかだな、冬、真っ黒って思ったら自分も黒のダウン着てた。あれ？と思って。でもね、下黄馴染んでる。色だった。下黄色。で、ああ、そマスクも黄っかそっか。色だった。えー、マスク黄色い人見たことないんだけど。なんか黄色好きすぎて、日本で売ってないえから、アマーゾンで買ってる。海外から来るやつ。やっぱり黄色が好きなのって、なんか縁起が良さそうだからっていうそんなこ理由？とないです。ただ単に黄色っていう色がすごい好きああ、なの。そっかそっか。明るいなんかハ気分になるッピーな。からかな。うん。うん、そう。で、そのなるほどね。次に赤が好きなの。
中国じゃん。今国旗出そう、ここに。財布とかも黄色そう。財布は赤なの。でも日本では赤い財布ダメだよ。知ってる？って言うよね。だからうん。使わなくなった。赤字の赤だから、ダメおなんだ金がね。なくなるって。逆に黄色はいいのよ。でも日本のさ、お年寄りもさ、明るい色好きだよね。そう。まあ、紫とか。髪が紫なのはビビるよ、マジで。なんで意外に。いや、おしゃれだよ。おしゃれなんだけど、どう晴れても紫晴れてこんじゃん。人間。なんで紫なのって。ちっちゃい時はマジ驚いてた。でもやっ本当に。ぱさ、そうなんうん。かね、いいなと思うのは、日本の女性って何歳になってもすごい身だしなみ気をつけるよね。うん。お化粧もするしね。そう、今日うん。さ、今日ちょうど午前中洗顔なくなったから洗顔買いに行ったんだけど、おばあちゃんが一生懸命ね、ケアメイク見てたの。白かわ髪のおばあちいい。ゃんだよ。かわかわいいと思った。いい。私もそういう女性になりたい。ね。これから日本に住みたいなって思っている方がたくさんいると思うので、そういううんうん。人たちに向けてメッセージをお願いします。はい。その外国人として日本で暮らすにあたって、ちょっとびっくりすることとか、大変なことは多分別に日本だけじゃないと思うけど、新しい国に行ったら絶対あると思うから、日本でも苦労することってきっとあると思うけど、でも、ものすごいいろんな文化が入り混じっていて、で、日本を好きでいてくれる海外にルーツを持つ人に関しては、みんなすごい寛容だし、みんながよくドラマとかアニメで見るような、なんか、この風景だったり、文化的な一面もふとした時に、あ、これすごい日本じゃん、みたいなとこもいっぱいあって、多分、きっと日本に来たら面白い体験ができるんじゃないかなと思います。わあ、素で、来敵たら、な話。ぜひ友達になりましょう。ですね。はい。ということで、皆さん、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうはい。ございましまた、た。リンリンに聞きたいリクエストなどあったら、コメント欄で書いてください。はい。じゃあ、皆さん、ありがとうございます。リンリンもありがとう。またバイバね。イ。